皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、総選挙の結果として日本の政界がどのようになったのか、日本の中にいるとわからない海外からの見方としてどのように見られているかをご紹介しようと思います。なお、記事として紹介するのは韓国側の目線なので、それ以外の国についてもお話をしておきましょう。まず第一に日米同盟の観点から言えば、アメリカ側からは岸田政権が継続的に運営してくれることを歓迎する、そういったニュースなどはちょっと非常に小さいものでしたが発見することができました。基本的にはアメリカ側からしてみれば自民党の政権が続くことそれ自体は別に何ら問題ありませんから、選挙の結果についてあれこれ言及することはほとんどありません。そもそもアメリカ国民からしてみれば日本の存在感というものは現在のところ非常に小さいものとなっていますから、選挙が行われたこともほとんどの人は知らないでしょう。ですからアメリカの側から細かな点についての言及などはないというふうに考えた方が良いです。一方において日本の政界状況がどのようになっているのか非常に気にしているのが日本の周辺国です。なぜならば日本の政界がどのような方向を向き、どのような政策をするかというのが直接的な外交だけではなく軍事防衛などにも同じように非常に大きな影響が今後出てくるからです。しかし中国側の反応というのはこういった時になかなか表立って出てくるものではありません。岸田政権が従来の安倍政権や菅政権の政策を継承しているのであれば、それに対する評価というのも基本的には変わりませんから、中国側からもやはり主だった反応といったものは目立っては出てくることはありません。そういったわけで最終的にこの日本の総選挙によって大きな影響を受ける、もしくは非常に関心の高い国として出てくるのが韓国です。そして韓国側の反応を見れば日本の中から見た政治状況と合わせて考えていろいろなことがわかると私は思っています。それでは韓国側が今回の総選挙の結果としてどのように日本政界を見ているか記事を見ていきましょう。261議席で力を得た岸田首相、韓日関係は強硬路線続きそう。岸田文雄首相率いる自民党が新型コロナウイルスの感染者の減少と弱い野党を追い風に総選挙で単独過半数の261議席を確保し、韓日間の冷え込んだ気流が続く見通しだ。就任から1ヶ月で迎えた総選挙で自民党の保守路線に対する国民の支持を再確認したことから、強硬な韓日関係へのアプローチも続く見通しだ。韓国政府の立場では任期末の韓日関係正常化への試みに悪材料が重なり続けることになる。韓日間の最大の懸案である過去史をめぐる対立と対北朝鮮共助問題に対する岸田首相の立場は事実上前任の安倍首相と菅首相のアプローチ法を継承している。旧日本軍慰安婦と強制徴用の問題に対しては韓国側に先に解決法を提示せよとし、対北朝鮮政策では北朝鮮の武力挑発を糾弾して対立点を立てる形だ。実際に岸田首相は先月13日の参議院本会議で強制徴用問題と関連し、日本が受け入れられる解決策を早期に出すよう韓国側に強く求めたいと明らかにした。岸田首相は就任11日ぶりにムン・ジェイン大統領と電話で会談したが、過去の問題に対しては立場の違いだけ再確認するのにとどまった。選挙の結果としてこれまでの韓国に対してはっきりとノーを突きつける政策というものが引き継がれる、そうした報道がありました。一方、今回の総選挙による結果分析についてはもう一つ取り上げておくべき点があります。日本の総選挙、本当の勝者は強硬右翼日本維新の会第3党に躍進。日本維新の会はもともと大阪地方を中心にした地域政党だ。2010年に大阪維新の会を作った橋本大阪市長が軍商野党と合唱連行を繰り返した末に生まれた政党だ。2013年の慰安婦は必要だったという発言で物議を醸した橋本氏の成功のように強硬政策が多い。岸田政権になってからは自民党に対抗するところは対抗する。我々は改革保守だとして差別的協力を主張してはいるが、これをそのまま信じる人は多くない。ひとまず構成員の成功は自民党より強硬だ。読売新聞が最近総選挙出馬候補者全員を対象にアンケート調査を実施した結果、危険監知時は敵のミサイル基地を先制的に自衛隊が破壊することができる敵基地攻撃能力保有に賛成するかという質問に日本維新の会候補の 93% が賛成すると答えた。自民党候補の賛成の割合の 77% を大きく上回った。防衛費増額に賛成した割合
89%も同様だった。自民党としては平和主義を掲げる連立与党の公明党とあえて組まなくても日本維新の会と組むオプションができた。日本メディアは日本維新の会の跳躍を主導した人物として吉村副代表を挙げている。大阪生まれで九州大学法学部を出た弁護士出身の彼はいわゆる橋本キッズだ。2011年に橋本氏率いる大阪維新の会で大阪市議会議員選挙に出て当選した。その後衆議院で当選し中央政界に進出した彼は2015年に大阪市長、2019年に大阪府知事に選出され知名度を高めた。小泉元首相の次男小泉進次郎氏に劣らない鮮明な要望に耳にスッと入ってくる演説の実力まで備えているとの評価を受ける。インターネットではヒョンビョンに似ているという話が話題になった。日本メディアでは吉村氏は今回の衆議院選挙には出馬しなかったが大阪府知事退任後にいつかは衆議院に再び進出し首相の座を狙うだろうという観測も出ている。幼稚園から大学までの無償教育、首相直選制、政府組織縮小が彼の主要初心だ。選挙の結果として日本政府の方針が変わらないという記事に続き野党勢力である維新の会が強硬右翼であるとして警戒している記事が出ました。彼らにしてみれば一縷の望みを託すような議員についても言及されています。林芳正氏、小渕優子氏、痴漢派議員も世代交代。日本の衆議院総選挙をきっかけに日本の政界内における新韓派議員も世代交代が進む見通しだ。これまで韓日関係のために尽力してきた二階氏は13選を果たしたが高齢がネックだ。総選挙直前に自身の意思とは裏腹に自民党幹事長の職からも退き影響力は以前ほどではない。日韓議員連盟幹事長を歴任し水面下の交渉になってきた河村建夫元官房長官は10選を最後に今回の総選挙には出馬しなかった。2018年の大法院による徴用賠償判決以降、韓国に対して強硬な姿勢になっている日本政界で韓日関係のために立ち上がってくれると期待を寄せられているのは自民党の林芳正氏と小渕優子氏だ。文部科学大臣や防衛大臣を歴任した林氏は1995年から2021年まで山口県選挙区選出の参議院議員として活動していたが、河村氏の選挙区から総選挙に出馬して当選した。岸田首相と同じく自民党内を代表するハト派の宏池会所属で次期またはその次の首相の座を狙っている。林氏は韓中日などアジア近隣国との外交を重視する宏池会の伝統を忠実に守っており、現在は日中友好議員連盟の会長を務めている。韓国との関係に関心が強く前向きという評価も韓国の外交関係者の間から出ている。韓国の政治家らとの長年の交流もある。なお補足として甘利幹事長が辞任し、それに伴って茂木外相が幹事長に就任する予定です。そしてこの茂木外相が転任することにより、その後釜に林芳正氏が現在調整中だと報道されています。群馬5区で8選を果たした小渕優子氏は新韓派の小渕恵三元首相の娘で日韓議員連盟の常任幹事を務めている。小渕恵三元首相は1998年の韓日パートナーシップ宣言を通じ21世紀の未来志向的な韓日関係ビジョンを樹立した。その後日本の大衆文化コンテンツが韓国で開放され韓国人学生の日本留学が増えるなど両国の交流が活発になったほか、2002年韓日共催ワールドカップサッカー開催が実現し韓日関係の黄金期が続いた。この視点はあくまでも韓国側の見立てで、日本側から見れば問題が拡大していったという面もあります。小渕恵子氏は今回の総選挙でも人気が高く、応援演説のため全国を回り、自身の選挙区にはあまりいなかったが楽勝した。今年初め、朝鮮日報とのインタビューで日韓は運命共同体と発言した野田聖子氏も10選を果たした。今年9月、自民党の同僚議員20人の推薦を受けて同党の総裁選挙に出馬した野田氏は岸田内閣で少子化対策、男女共同参画などを担当する特命担当大臣として入閣。存在感がさらに増したと評されている。まず第一に今回の総選挙によって自民党は基本的に議席は減らしていますが、あくまでもそれは誤差の範囲とも呼べるような大前線でした。一方において野党側においては共産立憲が議席を減らしていますから勢力としては減退しています。そして維新の会が躍進しているという状況というのは決して日本の政治にとって悪い状況というわけではありません。特に日本国内においては維新の会というのはいわば売国政党だと批判する人たちもいるわけですが、一方において
お隣韓国から見れば、維新の会というのは自民党よりももっともっと強硬路線の右翼政党だという見方として報じられています。記事の中でも紹介されていますが、防衛費の増額については自民党よりも賛成する議員の割合が高いことなどから、基本的には韓国からすれば維新の会の勢力が伸びることは彼らにとっては非常に厄介な存在だと見えていることでしょう。実際問題、維新の会は基本的には改革を謳っていますから、その改革に基づいた法案提出なども今後はしていくことを公言しています。これまでは議席数が少なすぎて、そういった法案提出などが自由にできるわけではなかったので、勢力が伸びた今後においてはそのような活動を前面に押し出すことが考えられます。その中のいくつかにおいては自民党の側も参戦に乗るようなものもきっと出てくるでしょう。それらの法案の中には、従来の自公政権の枠組みからすれば一歩踏み出したような、特に韓国側や中国にとっては眉を潜めるような内容といったものもきっと含まれてくるはずです。ただし、それじゃあ維新の会が勢力が伸びたし、自民党も勢力を維持したんだから、韓国側に対して非常に強硬的な路線として今後も日本政府が続いていくんだなと思うのは、残念ながらそうとも限らない点については言及しなければなりません。そもそも私のチャンネルの中においては様々な話として、自民党は必ずしも一枚岩ではありませんよ、親中派、親韓派の人たちもたくさんいますよという話をこれまでもしてきました。記事の中でも紹介されているように、二階幹事長は幹事長という職から離れました。それに伴って人事変更がされているわけですが、甘利幹事長が交代し、その後任になるのは茂木外相です。茂木外相は岸田首相との関係が非常に深いと言われていますから、その点においては政権運営というのは総理にとっては良くなるでしょうが、残念ながら茂木さんがいわゆる外交的には中国や韓国に対して非常に厳しく出るかと言われるとちょっと疑問符がつく人物でもあります。ただし頭は非常に良いと言われている人物ですから、岸田総理の意向というものが間違わなければ、少なくとも実務能力においては高いと言われています。また、韓国側との交流が非常に深い林氏が注目されていて、その林氏がおそらく外相になるだろうという状況になってきています。この点については韓国側からしてみれば良い状況なわけですが、この点についてもまた一つ注意点があります。それは、一人の議員として韓国側と通じていたとしても、政権全体としてみれば韓国に対してはっきりとノーを言うという政策というものが堅持しているのであれば、いきなり韓国側に対して融和的な政策に転ぶというわけではありません。これは岸田政権の前の菅政権内においても、いわば親韓派と呼ばれるような議員の人たちも大臣を務めていたわけですが、政権全体として韓国に対してノーを言おうねということが周知徹底されていましたから、そうした親韓派の議員の人たちも全体の政策に従って韓国に対しては跳ねつける政策というものを実施していたのです。ですから韓国側からしてみれば、茂木幹事長になり、そして林芳正外相になるんであれば少しは良くなるかなと思うわけですが、ここにしっかりと岸田総理がいやいやそうじゃないよと、政権の政策としては韓国に対してしっかりとノーを突きつけていくんだということを言えるかどうか、そして手綱を取ることができるかどうかというのが今後の注目です。結局のところ大臣が勝手に国家運営というものをするわけではありませんから、韓国側に対して融和的な政策にいきなり転じるということはありません。もしもそのようなことが起こるとすれば、それは岸田総理が政策転換を行ったということです。そして岸田総理がそのような心変わりをするのであれば、例えばこの岸田、茂木、林、この3氏の話し合いによってこれまでの基本政策を変更することもあり得るというわけです。もちろんそのようなことになれば、せっかくこれまで続けてきた安倍政権、菅政権の韓国に対する政策というものがねじ曲がってしまうわけですから、これは非常に悪いことです。その時には猛烈に批判せざるを得ません。以上のように韓国側から見た場合においては、岸田政権は選挙に勝ったことにより、おそらくはこれまでの政策を変更しないであろう、つまり韓国にとっては非常に面倒くさい相手だなというふうに見られている状態です。また野党勢力の維新の会の議席が伸びたというのは、韓国側にとっては強硬右翼の勢力が伸びた日本の政治状況というのは韓国にとっては不都合だというふうに見えているそうです。ここまでの部分であれば非常に日本にとっては喜ばしい展開なわけですが、残念ながら3つ目の話としては、そうした状況を変えうるような人事というものが起こっているかもしれない、そうした伏線が
発生していることについては心に留めておく必要があるでしょう。もしも岸田政権において韓国側に融和的な態度に変更されるようなことがあれば、今回の人事というものが伏線になっていましたよというのを後で言うことができます。なお私の意見としては、そもそもムン・ジェイン大統領がもう退任近いのだから、基本的には韓国については放置しておけば全く問題ありません。そして新しい大統領に変わったとしても、結局のところ反日政策を掲げていろいろうざうざ言うのであれば、やっぱり同じように放置し続ければ良いのです。韓国側の言っていることが理路整然としていない感情論に基づいて日本側を差別的な政策を継続するのであれば、日本側は別に100年だろうと200年だろうと無視し続ければ良いのです。皆さんは今後の政治状況として日韓関係についてどのような展開になると予想しているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは本編についてはここまで。ここからは少し余談になります。私のチャンネルの動画を見ている人は必ずしも同じ人がずっと見ているわけではありません。チャンネル登録をやめる人もいれば、新しくチャンネル登録する人たちもいます。ですから半年や1年に1回はちょっと言わないといけないなということがあります。それは私についてです。初めて動画にコメントしたなと思える人というものは一つ特徴があります。この人一体何なのといった話や、もしくはこの人ずらつけてるよねとか、もしくはこいつ男女といったような書き方をしている人たちが必ず時々は現れます。私としては以前からずっとこのチャンネルで活動していることもあり、結構昔から自分がどのような性別でどんなことをしているかといった話は少しずつ小さくは話しているわけですが、今回はそのことについてお話ししましょう。まず第一に私は女装をしています。女装というのは女を装うという感じになっています。つまりこの言葉を言えばどちらの性別かというのは明らかでしょう。女の人が女装するというのは日本語としてはおかしいものです。頭痛で頭が痛いと言っているようなもので、同じ言葉が重なるような話です。ですから私は女装していますよという一言を言うことによって性別については明らかでしょう。また私はカツラをつけているよというふうに指摘する人はそりゃそうだなと私は思うわけです。なぜならば実際のところこういったウィッグなどを私は活用しています。ウィッグのことをカツラというかそれともウィッグというかについては人それぞれなわけですが、実際問題地毛としては私はほとんどはありません。このカツラを脱げば私の顔というのはすっぴんの状態であれば作家の百田直樹さんと大して変わるものではありません。なぜそのようにすっぴんの状態で出ていないかといえば、基本的には私はそうしたものを好む性格だからとしかちょっと言いようがありません。ご飯が好きな人もいればパンが好きな人もいると同じように、私は女装するのが好きです。だから好きだからやっているというだけの話です。なお今後選挙に出られるようだったら出たいという話をしているわけですが、その時においては私はこのウィッグなども外してすっぴんの状態で出るつもりです。というのもいつもこうして女装するのも結構大変なので、なるべくだったらすっぴんの方が楽だという事情などもあります。以上、時々発表する私についての話でした。というわけで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能を実装されているところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。